皆さんこんにちは。 AI 活用伝道師です。今日は X ノート、メルマガ、 YouTube を丸ごと統合する世界的成長プラットフォームサブスタックを AI に詳しくない方にも分かるようにお伝えします。 X でフォロワーを1万人集めたのに、ある日シャドー版でリーチが激減した。ノートで有料記事を出したけど手数料を引かれると思ったほど残らない。メルマガを始めたいけど配信スタンドの選び方からつまずく。もしあなたが個人で発信して稼ぎたいと一度でも思ったことがあるなら、今日紹介するサブスタックがその悩みの最終回になるかもしれません。サブスタックはブログ、メルマガ、短文、SNS、ポッドキャスト、動画配信が一つにまとまったクリエイター向けオールインワン基地で、しかも読者リストを自分の資産として持ち出せる世界で唯一無二の構造を持つサービスです。まずサブスタックの位置づけを一言で整理します。サブスタックは X 技術がする Twitter、メルマガ化する YouTube が一つになったクリエイター向けのオールインワン発信プラットフォームです。アメリカで2017年にスタートし、2025年から2026年にかけて世界的に急成長中。日本でも2025年末から日本人クリエイターの流入が一気に加速しています。なぜ今これをお伝えするかというと、サブスタックが他の SNS と比べて構造的に一つだけ絶対的に強い点を持っているからです。それがメールリストが自分の資産になることです。 X や TikTok、ノート、YouTube はアカウントが凍結されたりアルゴリズムが変わったりした瞬間にフォロワーへのリーチがゼロになる可能性があります。一方サブスタックは読者のメールアドレスを自分で CSV、つまり表計算ファイルにエクスポートして持ち出せる仕様です。仮にサブスタックが明日サービス終了しても、そのリストを別のメールマガジン配信サービスにインポートして配信を続けられます。これは他の SNS には絶対に真似できないサブスタック最大の強みです。もう一つ、サブスタックの特徴を理解する上で外せないのが、コンテンツの規制が比較的緩いことです。サブスタックは公式にモダレーション・イン・モダレーション、つまり規制すらほどほどに、そしてハンズオフアプローチ、つまり手を出さない方針を掲げています。政治的に強い意見、宗教的主張、X なら即シャドーバン、つまり実質的にリーチを潰される処理を受けるような言論でもサブスタックでは基本的に残ります。これは諸刃の剣ですが、表現の自由度を求める発信者にとっては大きな利点です。今日の動画ではサブスタックで具体的にできる5つの機能、 X ノート、メルマガスタンドとの徹底比較、 YouTube 連携の強烈な仕組み、10分でできる始め方、マネタイズの数字、絶対にやってはいけない一発ベアンルール、そして30日で立ち上げる実装ロードマップまで丸ごと一気に解説します。サブスタックで使える機能は大きく5つです。1つ目がニュースレター、つまり本体機能のメルマガ配信です。記事を書いて公開すると購読者全員にメールで自動配信されると同時に、ウェブ上にも記事として残ります。メルマガとブログが同時に成立するわけです。 HTML、 つまりウェブページの言語もデザインも考える必要なし、書くだけで完結します。2つ目がノーツ、つまりサブスタック版の X です。短文、画像、動画を投稿でき、他のユーザーがリスタックと呼ばれる引用拡散をすることで広まります。重要なのが2025年後半のアルゴリズム回収で、このノーツが各プロフィールの最上部に移動したことです。つまりサブスタック内集客の主戦場がノーツになりました。実際ある日本人クリエイターの分析では、新規購読者の 87% がノーツ経由だったというデータも出ています。3つ目がチャット機能です。これはディスコード、つまりゲーマーや開発者がよく使うコミュニティアプリ、あるいは LINE のオープンチャットに相当します。購読者だけが入れるチャットルームを作れて、有料購読者限定にもできます。コミュニティ型の有料サービスを売るときに強力です。4つ目がポッドキャスト、つまり音声配信です。音声ファイルをアップロードするだけでSpotify や Apple Podcast といった主要な音声プラットフォームに自動配信してくれます。音声で発信したい人はサブスタック一つで主要プラットフォーム全部に出せます。5つ目が動画配信機能です。ネイティブ動画アップロード、レコーディングスタジオと呼ばれる録画機能、ライブ配信に対応しています。そしてここが今日の最大のハイライトの一つ、YouTube への自動アップロード機能が異常に強いです。詳しくはセクション3で解説します。ここでサブスタックを競合と思われがちな3つのサービスと並べて比較します。まずサブスタック vs.X、 つまり旧 Twitter。X の本質は拡散装置です。0から1万フォロワーまで最速で増やせるのは今も X が最強。しかし致命的な欠点が4つあります。1、フォロワーのメールアドレスが取得できない。2、シャドーバンでリーチを2割以下に絞られることがある。3、アルゴリズム変更で表示が激減する。4、凍結したらゼロからやり直し。さらに X のプレミアム収益分配は課金ユーザーが見たインプレッション、
つまり広告表示回数のごく一部しかもらえません。月10万円稼ぐには数百万インプレッションが必要で現実的ではない。結論は X は入り口、サブスタックは出口、メールは開封率20から 40%、X のタイムラインは表示率2から 5% と言われており、全く桁が違います。 X でバズらせてサブスタックに集約してリスト化する、これが2026年の王道です。次にサブスタック vs ノート。ノートの料金構造を整理します。有料記事メンバーシップはプラットフォーム手数料 10% プラス決済手数料5から 15%。定期購読マガジンはなんとプラットフォーム手数料が 20% に跳ね上がります。さらに振込手数料が1回270円。実質売上の15から 25% が引かれます。一方サブスタックはプラットフォーム手数料 10% プラスストライプという海外標準のオンライン決済サービスの手数料 2.9% プラス1件あたり 0.3 ドル、合計で売上の約 13% 前後で済みます。さらに最大の違いはリスト所有権。ノートは読者のメールアドレスをあなたに渡しません。あなたのフォロワーはノートの会員であってあなたの読者ではない。ノートが規約変更したりアカウント停止になればその瞬間に売上ゼロです。サブスタックなら読者メールリストを CSV で自分のものとして持てます。コンテンツ規制もノートは日本のプラットフォームらしく比較的厳格。サブスタックはかなり緩い。結論をまとめます。日本人読者中心で単発有料記事をサクッと売るならノートが手軽。長期で資産化したい、手数料を抑えたい、言論の自由が欲しいならサブスタックが圧勝です。最後にサブスタック vs メルマガスタンド。つまりマグマグやハイハイメールといった従来型メルマガ配信サービス。料金面ではマグマグの有料メルマガは手数料 50%、つまり半額が引かれます。ハイハイメールやベンチマークといった海外系は月額固定費制で、リスト1000人なら月3000円から1万円ほど。サブスタックは無料リストならいくら増えても完全無料。有料家事のみ約 13% です。機能面でも従来型メルマガスタンドはメール配信だけで記事のウェブ公開、SNS 的な拡散、コミュニティ決済、動画配信は全て別契約。サブスタックはこれらが全部入り、集客面ではメルマガスタンドには読者を集める仕組みが基本ありません。自分でランディングページを作って広告や SNS から流し込む必要があります。サブスタックは内部のノーツ、レコメンデーションズ、ディスカバーといった機能で勝手に読者が流入する設計です。結論をまとめます。メルマガスタンドはすでに数千人のリストを持つ熟練者向けインフラ。ゼロからリストを作る人にはサブスタックが圧倒的に有利です。これら3つの違いを1枚で覚えておくならこうです。メールリストを自分の資産として持てる。初期費用ゼロ。売上収数量が約 13%。言論の自由度が高い。コミュニティ機能が標準でつく。この5点でサブスタックは他を引き離しています。逆に日本人読者リーチだけは X ノートに分があります。だから2026年の最強の組み合わせ戦略は X で毎日発信して認知を広げ、バズった話題をノートで日本人向けに単発販売し、同じテーマの長期連載と海外展開はサブスタックでメールリスト化するという三段構えです。サブスタックの位置づけは最終的に読者を集約する場所。 X もノートもリストを自分のものにできない以上終着点にはなれません。ここがサブスタックの中で私が個人的に最もインパクトが大きいと思っている機能です。サブスタック公式ヘルプの一時ソースと Reddit の実ユーザー証言で完全に裏取りされた事実です。仕組みはこうなっています。サブスタックで動画記事を1本投稿すると、まず丸1サブスタック動画記事としてメールとウェブで配信されます。次に丸2 YouTube 本編として自動アップロードされます。タイトルや説明文、公開設定はサブスタック側から指定可能。次に丸3 AI がその動画から最大6本のショートクリップを自動生成します。さらに丸4そのうち最大2本を YouTube ショーツとして自動投稿。残りのクリップは丸5ノーツや Instagram リールズ、ストーリーズに手動でシェア可能です。公式の原文を引用すると、Substack now makes it easy with an auto-generated clips feature that lets you upload up to 2 short videos directly to YouTube channel。 コンソまず、Substack は自動生成クリップ機能により、最大2本のショート動画を YouTube チャンネルに直接アップロードすることを簡単にしました。さらに、up to 6 AI generated short clips of your uploaded video will appear。つまりアップロードした動画から最大6本の AI 生成ショートクリップが表示されます。これは公式ヘルプセンターに明記されている事実です。注意点も整理しておきます。連携前に YouTube チャンネルを先に作っておくこと。15分以上の動画は YouTube 側の本人確認。
つまり電話番号認証が必須。デフォルトでサブスタックロゴの透かしが左上に入りますが、投稿時にチェックを外せば消せます。連携はサブスタックのプロフィール単位なので、複数人運営なら共有 YouTube チャンネルがおすすめです。そして構造的に強い理由がここにあります。有料記事の無料プレビュー部分のみが動画として上がる仕様で、YouTube の説明欄にはサブスタック有料記事へのリンクが自動挿入されます。つまり YouTube を集客動線として使い、サブスタックで有料化するという流れが構造的に作りやすい。これを実現できるプラットフォームは現状ほぼサブスタックだけです。動画を1本作る労力で YouTube 本編、ショーツ2本、ノーツ用クリップ、Instagram リールズ用クリップ、サブスタック動画記事まで合計5から6個のコンテンツが量産される。これがサブスタックで動画をやる本当の意味です。実際の始め方を5ステップで紹介します。所要時間は10分です。ステップ1、アカウント作成。サブスタック公式サイト、substack.com、substack.com にアクセスし、メールアドレスでサインアップします。サブスタックはパスワード設定がなく、毎回メールに届くリンクで認証するマジックリンク方式です。パスワード管理が苦手な方には地味にありがたい仕様です。ステップ2、パブリケーションの作成。パブリケーションとは自分のメディアのこと。スタートライティングをクリックして、パブリケーションの名前、ガッハを OK。URL、ロゴ、説明文を設定します。ステップ3、プロフィール設定、アバター画像。自己紹介、SNS リンク、つまり X、Instagram、YouTube などへのリンクを設定します。ステップ4、最初の記事を投稿。最初の記事は自己紹介プラスこのサブスタックで何を書くかが鉄板です。読者が後から登録した時も最初に目に入る重要な投稿になります。ステップ5、配信オプションを理解する。サブスタックでは記事ごとに以下を選べます。Everyone、つまり全員に配信。Paid Subscribers Only、つまり有料購読者のみ。Free Subscribers Only、つまり無料購読者のみというマーケティング用の選択肢もあります。この5ステップは公式の案内通りで実際10分前後で完了します。ブログを始めるのに何時間もかかるというイメージとは全く違う世界です。サブスタックの収益構造を数字で確認します。売上を 100% とするとサブスタックのプラットフォーム手数料が 10%、ストライプ決済手数料が 2.9% プラス1件あたり 0.3 ドル、残りのおよそ 87% がクリエイター取り分です。無料運営なら完全無料、有料化した時だけ手数料が発生します。プラン構成は月額年額の2つが必須で、オプションでファウンディングメンバー、つまり VIP 価格を設定できます。価格は完全に自由で、最低は1ヶ月5ドル、年額30ドルから。サブスタックの公式試算によると、月額5ドルを払う1000人の購読者がいれば年間6万ドル、日本円で約900万円の売り上げになります。これは非現実的な数字ではなく、実際に達成しているクリエイターが世界中にたくさんいる現実的な目標値です。有料化のタイミングには2パターンあります。パターン A、初日から有料を有効化。投げ銭的に支援したい人を逃さない攻めの戦略。パターン B、1000人規模になってから有料化。信頼を貯めてから借り取る守りの戦略。どちらも有効です。ただしサブスタックの公式統計には重要な数字があります。一部でも有料記事を出している人は全部無料の人の約5倍の収益を上げているというデータです。最低でも1本は有料記事を混ぜることを強く推奨します。有料転換率は業界平均で約1から 2%、 1000人いて10から20人が有料化というイメージです。ここは多くの初心者が見落として後でアカウント停止になるパートです。サブスタックは規制が緩いと先ほど言いましたが、それでも完全禁止のラインがあります。完全禁止、つまり即 BN 対象は5つです。1、ポルノ性的に露骨なコンテンツ。公式ガイドラインに We do not allow porno サブスタック、つまりサブスタックではポルノを許可しないと明記されています。アート的なヌード、文学的エロティカも明確な線引きがなくグレー。アダルト目的ならサブスタックではなく専用プラットフォームを使うべきです。2、スパムフィッシング、同じリンクの大量送信。詐欺的な投資勧誘、絶対に儲かる系の商材販売は通報されると一発アウトです。3、ハラスメントドキシング、つまり個人情報暴露なりすまし。実名、住所、職場の暴露、他人の写真でのなりすましは即削除対象です。4、ヘイトコンテンツ。サブスタックは議論とヘイトを分けます。移民政策に反対という意見記事は許容されますが、特定の人種、宗教の人を物理的に排除すべきと扇動する記事はアウト。線引きの目安は個人ではなく属性集団に対する暴力を扇動する内容が NG と覚えてください。5、違法行為の指南、麻薬の製造方法、武器の作り方、ハッキング、自殺自傷の方法、摂食障害の促進など。そして18歳以上、
つまり18プラスのラベルが必要なコンテンツも整理しておきます。英国オンライン安全法、いわゆる OSA の対応で2025年からサブスタックは18プラスコンテンツのラベル付け制度を運用しています。性内容、自殺自傷の議論、危険な身体チャレンジ、薬物の誤用、深刻な暴力描写、これらを扱う場合は自分で18プラスラベルをつける義務があります。これは禁止ではなく、ラベルさえつければ書ける制度。オバルト運営側で強制ラベル付けまたは削除されることがあります。グレーゾーンとして政治的に強い意見、宗教的主張、医療系の独自見解。例えばワクチン会議論などは X だらし YouTube なら即シャドー版になる内容でもサブスタックでは原則残ります。ただし扇動性が強すぎたり明らかに虚偽で害を及ぼす内容は削除リスクあり。最後にお金回り、ストライプに登録できない国人物、例えばアメリカの制裁対象国などはそもそも有料か不可、日本在住なら問題ありません。アフィリエイトリンク、つまり紹介報酬付きリンクは禁止されていませんが、開示、つまりこれはアフィリエイトリンクですと明記するのが望ましいです。ここからはサブスタックで実際に伸ばすための鉄則です。鉄則1つ目、ノーツが全て。記事を書くのと同じくらい、いやそれ以上の頻度でノーツに短文を投稿してください。他のクリエイターのノーツにコメントリスタックする。サブスタックのアルゴリズムはノーツでアクティブな人を強烈に押し上げる設計になっています。先ほども触れたある日本人クリエイターのデータでは新規購読者の 87% がノーツ経由。記事を書いて満足するのではなく、ノーツで毎日存在感を出すこと。これが最大の集客レバーです。鉄則2つ目、レコメンデーションズ、つまり相互推薦を使い倒す。他のサブスタック運営者と相互に推薦設定をすると、相手のサブスタックに新規登録した人にこちらも合わせてどうぞ、自分が表示されます。設定方法はナビゲーションバーからレコメンデーションズを開き、アドレコメンデーションで追加するだけ。同ジャンルの中堅ライターに10人ほど推薦してもらえれば月100から500人の自動増加が見込めます。鉄則3つ目、配信頻度。最低ラインは週1本、理想は週2から3本。同じ曜日同じ時間帯の配信は開封率を15から 30% 押し上げる効果があります。いつ届くかわからないメールより毎週この日に届くメールの方が人は習慣として読むからです。鉄則4つ目、 YouTube 連携を使い倒す。先ほどのセクション3で解説した通り、1本の動画コンテンツでサブスタック動画記事、 YouTube 本編、 YouTube ショーツ最大2本、ノーツ用クリップ、 Instagram リールズスラッシュストーリーズ用クリップが同時に量産可能です。これを使わない手はありません。鉄則5つ目、既存 SNS から誘導する。立ち上げ初期は自分の既存 SNS フォロワーをサブスタックに誘導するのが最速の集客です。プロフィール欄にサブスタックリンク、コンテンツの続きはサブスタックでという動線を作ること。ゼロから全ての読者を集める必要はありません。すでにあるアセットを徹底的に活用してください。最後に今日から始める方のために30日のロードマップを示します。1週目、立ち上げ、アカウント作成、パブリケーション名、 URL、ロゴ、説明文の設定、プロフィール完成、自己紹介記事の投稿、既存 SNS からの誘導開始。ここまでを最初の7日間で済ませます。2週目、コンテンツ投入、週2本の記事配信を開始、ノーツを毎日2から3本投稿、同ジャンルのサブスタックを20個購読してエンゲージメント、つまり反応を返していく。他クリエイターの投稿にリスタックとコメント、ここでアクティブな人だとアルゴリズムに認識させます。3週目、拡張、 YouTube チャンネルを作成、サブスタック YouTube 連携を有効化、最初の動画記事を投稿して YouTube 本編とショーツが自動生成されるか確認、レコメンデーションズを最低5人と相互設定、動画チャンネルとサブスタック外への露出経路を仕込みます。4週目、マネタイズ準備、読者が50から100人を超えたらストライプ連携、最初の有料記事が無料プレビュー付きを投稿、月額年額の価格を設定、ファウンディングメンバープランを設定。ここで売上0から売上1円目に到達します。この30日プランは忙しい本業を持っている方でも回せる現実的な分量です。逆に全部完璧に揃えてから始めると永遠にスタートしません。不完全でも始める。これがサブスタックに限らず全ての発信の最大のコツです。今日の内容を整理します。サブスタックは X ノート、メルマガ、YouTube が一つに統合されたクリエイター向けオールインワン基地です。最大の強みはメールリストを自分の資産として持ち出せること。これだけで他の SNS とは構造的に格が違います。機能は5つ、ニュースレター、ノーツ、チャット、ポッドキャスト、動画プラス YouTube 連携。手数料は売上の約 13% で
87% がクリエイターに残ります。1本の動画で YouTube 本編プラスショーツ2本プラスノーツ用クリッププラスサブスタック記事まで自動量産できる。YouTube 連携の構造はおそらく現時点で世界最強です。戦略は X で認知、ノートで日本人向け単発販売、サブスタックで長期資産化という三段構え。サブスタックは読者の終着点として最後に必ず仕込むべき場所です。やってはいけないのはポルノ、スパム、ハラスメント、ヘイト、違法行為の指南。この5つだけ覚えておけば OK。成長の鉄則はノーツで毎日アクティブに動く、レコメンデーションズで相互推薦を仕込む、週2本の固定曜日配信、YouTube 連携を使い倒す、既存 SNS から誘導するこの5つ。30日プランは1週目に立ち上げ、2週目にコンテンツ投入、3週目に拡張、4週目にマネタイズ準備という流れです。10年スパンで個人で稼ぎ続けたいなら、サブスタックはやるかやらないかではなく、いつ始めるかだけの選択です。今日始めても半年後にはあの時始めてよかったと思える、そういう類のツールです。まずは十分のアカウント作成から最初の一歩を踏み出してみてください。今日の動画の内容はどうでしたか？ぜひコメント欄で教えてください。 AI の有用な情報を発信していきますので、チャンネル登録と通知ベルをオンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。